パリパリのポテトチップスを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はカリカリのポテトチップスを作りたいと思います。はい、ということでですね、今日はポテトチップスを作っていくんですけれども、先日ちょっとねスーパーに行ったらこんなものを見つけました。じゃじゃん。はい、ポテトチップスで有名なカルビーさんが自社開発したじゃがいもです。産地は北海道でポロシリっていう品種になるそうです。このポロシリのじゃがいもの特徴としては糖度が低いみたいです。糖度が低いと油で揚げた時に焦げにくかったりとか、あと変色もしにくいらしいです。私もねこのポロシリっていう品種食べるの初めてなので、今日はね通常で結構メジャーな男爵芋も一緒にポテトチップスにしてちょっと食べ比べしてみたいと思います。ということで本日も最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。はい、今日の材料はこちらです。じゃがいも、そして塩、この2つで作っていきます。で、今回はこのカルビーさんが自社開発したポロシリっていうじゃがいもの品種と、あとは普通のスーパーでよく売られている男爵芋、この2種類で今回作っていきたいと思います。はい、ということでこちらがポロシリ、そしてこちらが男爵芋になります。ポロシリはね芽がそんなになくてボコボコしていない感じのじゃがいもです。これがね男爵芋で、男爵芋はどちらかというと結構こう芽があってこうボコボコっとしている感じですね。はい、こんな感じで違います。ポロシリはこうボコボコしてないので皮とかもね剥きやすいかなと思います。はい、ではね早速まず皮を剥いていきたいと思います。はい、それではまずポロシリから皮を剥いていきます。はい、表面がつるっとしてるので皮がとても剥きやすいです。じゃがいもって皮を剥いた後変色しやすいんですけど、このポロシリは変色もしにくいらしいですね。でちょっと芽がある部分は取りましょう。これね、はい、まあそんなにすごい目立った芽とかはないので、はい、こんな感じです。でこちらも剥きます。これもねポロシリです。皮付きで食べたい方はねよく皮を洗って皮付きのまま使っていただいても大丈夫です。はい、こんな感じですね。はい、こちらが男爵芋です。はい、じゃあこれも剥きます。で芽があるところは取り除きます。はい、男爵芋こんな感じです。スライサーでスライスしていきたいと思います。最近よく何の調理器具使ってるんですかって聞かれることが多いので、今日は紹介したいと思います。こちらオクソーさんのスライサーです。こんな感じで3種類の刃があります。今日はねこれを使います。でねこれ滑り止めもついてるのでとてもおすすめです。手を切らないようにこういうカバーもついてます。ポロシリからいきます。これがあるとすごく楽ちんです。じゃあこれでスライスしていきます。はい、こんな感じでスライスできました。そうしましたらこちらお水に浸しましょう。はい、このようにね水にさらしておきましょう。もう一個ポロシリもスライスします。もうスライサーほんと早い。はい、こんな感じであっという間にできました。はい、そしてこちらが男爵芋です。これもスライスします。はい、男爵芋もこんな感じでスライスできました。こんな感じでスライスしました。そしたら一度この水を切ります。そうしましたらここからがポイントです。一度水を切ったらここにお湯を注ぎます。でそのまま2分放置して、その後またお湯洗いをして水気を取ります。スライスしたじゃがいもをお湯で洗って、じゃがいもの糖分をしっかりと洗い流すことで焦げ防止になってカリッと仕上がります。なので一度ここにお湯を注ぎます。はい、お湯は人肌よりも少し熱いぐらいのお湯で大丈夫です。でこのまま2分置きましょう。はい、そしたらこちらの男爵芋もお湯につけます。はい、でこちらもこのまま2分お湯につけてお湯洗いします。はい、こちらポロシリ2分経ちました。そうしましたらお湯でしっかりと洗いましょう。はい、お湯で洗い終わりました。そうしましたらこれをキッチンペーパーでしっかりと水気を取ります。はい、こちらの男爵芋も2分経ったのでお湯でしっかりと洗い流します。はい、男爵芋もしっかりとこの後キッチンペーパーで水気を取りましょう。
今度は1枚ずつじゃがいもをキッチンペーパーにこうやって並べて水気をしっかりと取ります。ここでじゃがいもの水気を取らないと油が跳ねやすいので、水気をしっかりと取るようにしてください。もう一度重ねてしっかりと水気を取りましょう。でこの上にまた重ねていきます。はい、また上に重ねます。でキュッキュッキュッと押さえます。はい、で一旦剥がしてキッチンペーパーが濡れちゃった時はもう一度新しいのをつけて、でまたのせます。はい、これでしっかりと水気を取りましょう。はい、ではねバットの上に移します。はい、こんな感じでしっかりと水気を取りましょう。こちらがポロシリです。水気を切ったらさらにこのまま10分ほど置いてより水分を取りましょう。はい、こちらが男爵芋です。男爵芋も同じようにしっかりと水気を取るようにしてください。はい、そうしましたら早速油で揚げていきます。まずフライパンに1センチほどの油を入れてください。はい、そこから1センチほどの油を入れて火にかけます。揚げるタイミングの目安としては、じゃがいもをこうやって入れた時にこうゆっくり細かい泡がじゃがいもから出てくるぐらいですね。そのぐらいの温度で揚げるようにしてください。高温で揚げすぎてしまうとじゃがいもの水分が抜ける前に焼き色がついてしまうので、ちょっとペナペナっとした柔らかいしっとりした食感になってしまいます。でもし温度が上がりすぎた時は一旦火を止めて温度調節してください。で量的にはこのぐらいです。フライパンの大きさにもねよると思うんですけれども、4分から6分ぐらいかけて揚げてください。こうやってたまに裏返しながら揚げていきましょう。はい、いい感じに焼き色がつきました。こうカリカリっと揚がってますね。はい、こんな感じでいい感じにねカリカリっと揚がりました。だいたい5分ぐらいを目安に揚げていただくといいかなと思います。はい、では男爵芋揚げていきます。男爵芋も同じようにじゃがいもを入れた時に少しずつ細かい泡が出てくるぐらいの油の温度でゆっくり揚げていってください。目安としてはこう箸で触った時に表面がカリッと揚がってればね OK です。でこれで男爵芋も揚げていきます。薄くてちっちゃめのポテトチップスはだいたい3分ぐらいで揚がりますね。でこちらも表面がカリッとしてきたものからどんどん揚げていってください。はい、こちらが男爵芋のポテトチップスです。こちらもカリッと仕上がりました。はい、そしたらポリ袋を用意してください。でここに出来上がったポテトチップスを入れます。すっごいカリッカリです。でそうしましたらここに塩ですね。今回はシンプルに塩でいきたいと思います。1つまみから2つまみぐらいですね。口を閉じて空気を入れてシェイクします。あんまり激しくやるとポテトチップスが割れてしまうので優しくこうフリフリしてください。はい、これで完成です。はい、これでサクサクのポテトチップスの完成です。こんな感じに仕上がってます。すっごいパリッパリに仕上がりました。はい、そしてこちらが男爵芋のポテトチップスです。こんな感じに仕上がりました。はい、ということで完成しました。はい、こんな感じに仕上がってます。こちらのポテトチップスがカルビーさんが自社開発したポロシリで作ったポテトチップスです。でこちらがスーパーによく売っている男爵芋です。ということで早速いただきたいと思います。皆さんこれ知ってますか？ポテトチップスを掴む用のトングです。これがあるとね手が汚れないっていうやつですね。はい、それではいただきます。パリパリ。ポロシリのじゃがいもの糖度がね普通のじゃがいもよりも低いって書いてあったんですけど、甘みというかこうじゃがいもの風味が結構強くてちょっとリッチなポテトチップスって感じです。では男爵芋のポテトチップスをいただきます。いただきます。確かに違う。男爵芋は甘さが強い感じがしますね。ポロシリとはまた違った甘さがあって風味はポロシリの方が強いかなって感じがしますね。
なんかポロシリの方が風味が強いので味が濃く感じます。美味しい。なんか結構やっぱりじゃがいもの種類でいろいろ変わってきますね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回はカルビーさんが自社開発したポロシリのポテトチップスと、あとスーパーでよく売ってる男爵芋、この2種類で作ってみました。カリカリのポテトチップスを作るポイントとしては、まずスライスしたじゃがいもをお湯に2分ほどつけて、最後にお湯でしっかりと洗ってから水気を切るようにしてください。でそうすることでこのポテトチップスの糖分が洗い流されて、揚げた時に焦げにくくなります。はい、そしてですね、揚げる前にキッチンペーパーで水を切ったら、その後さらに10分ほど置いてください。そうすることでよりじゃがいもの水分が抜けてカリッと仕上がりやすくなります。あともう1個ポイントはですね、揚げる温度です。今回私がやった方法は110度から120度ぐらいの低温で、大きさとかあとスライスの幅にもよるんですけど、だいたい5分前後の時間で揚げました。160度とか180度ぐらいの温度で揚げると、じゃがいもの水分が抜ける前に焼き色がついてしまって焦げてしまう可能性があります。なので低温で5分ぐらいかけてカリッと揚げました。でポイントとしてはお箸で触った時にカリカリっと音がしたら、もう水分が抜けて上がっている状態になってます。そしたら取り上げるようにしてください。あと今結構じゃがいもの種類たくさん出ているので、いろんなじゃがいもを使って楽しんでいただけたらいいかなと思います。はい、ということで今日はカリカリのポテトチップスを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしているので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。